はいこんにちは MD ジャックです。ウォーキングをしていたら近くの中学校の卒業式が目に留まりました。そういう時期なんですね。皆様こんにちは、愛です。愛の卒業式は再来週です。4月から大学生です。さて、今回のレビューはドリポウィン、リアーです。読み方がよくわからないんですけど、これでいいんですかね。 A の上にアキュートアクセントあるから A はあでよくない？外国の方のレビューを見るとリアとレアの間ぐらいの発音が多かったから、このチャンネルではリアでいこうか。最後ちょっと伸ばし気味でリアーみたいな感じで、私たちの発音の限界ってのもあるからね。ですね、わかりました。リアーでいきます。じゃあ始めましょうか。はい。まずこの比較写真ね。前回レビューしたタンジジムオーラがやっぱりめっちゃ小さいんだけど、リアーもなかなか小さいのよ。比較対象の ZAX が大きく見えるからね。ただ重さはオーラが片側 2.9g、 リアーは片側 7.5g と約 2.6 倍の重さなんだよね。小さい割に重さはあるって感じ。ああ、確かに装着すると重さの存在感ありますね。だからといって嫌な感じはしないですけど、装着感は愛の小さめな耳でも全然 OK でいい感じです。それは良かった。それからステムが長く感じたんだけど、 ZAX との比較では長さ自体はほとんど変わらないかな。本体が小さいから長いと錯覚した感じだね。ジャックさん、これ何ですか？付属のケーブルにシワ掛け用の癖がついてないんで、イヤーフックが付属してるんだろうね。私は面倒なんで使わないけど、癖がついてないから装着時に曲線の間違いが起きやすいかなと思って実測してみた。写真のような曲線なので L と R の文字がある方を両方外側に向けて接続で OK。 ただこのケーブルは正直あんまり使いたいとは思わないな。そうでしたか。まあケーブルって大体変えてますからね。他には何かありますか？ドライバーのこと忘れてたわ。振動板の素材が LCP 液晶ポリマーということで、上のような特徴があるらしいね。今手元にあってすぐ思い出せる LCP を使ったモデルはムーンドロップアリアなんだけど、価格は1万以上だから3000円切ってるリアーが LCP 搭載してるっていうのはなんかお得感あるよね。そうですね。なんか音質が楽しみになってきました。今回のレビュー動画はリクエストがきっかけなんですよね。そうだよ。もともとリアーを買おうかなと思ってるところにリクエストいただいたんで、 T ハイファイ T3 プラスとの比較だね。価格が3倍ぐらい違うんでちょっと躊躇したんだけど、波形測定してみて一気に興味湧いたね。忘れてたけど T3 プラスも LCP 液晶ポリマーだったわ。その波形比較なんだけど、こんな感じでパッと見そっくりなんだよね。お、本当ですね。同じ音なんですかね。同じ音っていうには言い過ぎだけど、収録音では違いがかなり分かりづらいと思うので先にお伝えしておきます。では音質比較動画です。T3 プラスとの比較かなり似てたでしょ？似てましたね。実機の聞き比べだともう少しはっきりわかるんですけどね。いろいろ工夫はしてるけど響きとか広がりの部分が収録しきれないからね。
それにしてもリアを聞いてみてちょっと驚いたわ。ああ、これこのバランスだよって思ったね。箱出し直後から自分好みの大域バランスだった。あ、でもこれはあくまで個人的にこのバランスが好きってだけだから誤解のないようにね。これ前回レビューしたオーラの波形で、今回のリアーもこの帯域結構出てますけど、あまり目立って聞こえる感じではないですよね。やっぱり低域の存在感の違いが大きいんじゃない？オーラだと低域が控えめな分ここが目立つ。リアーは低域がオーラに比べれば多めな分中高域が同じように出ていてもあまり目立たない。あとこうしてみるとオーラは2から 8kHz 付近まで極端な減衰がないから高域が目立つし、サウンドステージが広く感じたんだな。こないだの比較ではあまり気づかなかった。6kHz 付近を減衰させるファイナル E タイプのイヤピを使っても実際ここがあまり落ちてないもんね。バランスってほんと難しいけど面白いよね。次は本題の T3 プラスとの比較ですね。高低の部分は T3 プラスの方が少しドンシャリ感が強めで、波形表示の解像度を上げてみると広域が少し違って見えるね。さらに広域を横に拡大してみるとこんな感じ。 8kHz 以上での変化だからここでの違いが好き嫌いに直結することはそんなにないと思うけど、似た波形の中でこの帯域は違いが大きいね。両方を聞いてみてなんとなく違いは分かったんですけど、言葉にするのが難しくて、ジャックさんはどう感じてるんですか？ T3 プラスは結構効いてるから低域が少し強め、解像感が少し甘め、広がり奥行き感低位感が豊かっていう印象を持っていて、音楽をより音楽らしく聴くにはこのぐらいの甘さもあっていいんじゃんって思ってる。 T3 プラスのちょっと解像感甘めな質感はボディが樹脂製で軽いからなのかもしれないな。そして高低がリアーより出ている分少し派手め。それに対しリアーは解像感は T3 プラスよりある。広がり奥行き感低位感が比較すると少し足りない。モニターライクでクールな質感。 T3 プラスより音が締まって聞こえる分広がりと奥行き感は T3 プラスに一歩譲るって感じ。ボディが小さめだからかな。ただ好みの問題なので、広がりより締まった音が好きならリアーの方が向いてると思う。個人的にはスピード感のある曲ならタイトめなリアーを、ミディアムテンポ以下なら T3 プラスをって使い分けたいね。それにしても価格差3倍程度あるわけでしょ。リアーのコスパは驚異的だよね。あ、ミミィちゃん頼んでおいた無線化の件ね。そう、大きさの重さも前回の探知時のオーラほどではないけど、リアーも小さめなので接続部を改造した CCA、PTX につないでみた。フィット感もかなりいいし、ホワイトノイズも KZ 系のモデルをつないでいた時より気にならなかったわ。有線接続との波形比較でも気になるような特性の変化も見られなかったし、相性は良いと思うよ。これは有線接続時のレベル差だけど、ZAX と比較するとラウドネスメーターで 9.2dB の差があるので、リアーはちょっと音量が取りづらいわね。そのおかげかな、無線化した時のホワイトノイズがあまり気にならないのは。はい、ミミィちゃんありがとう。今度外出の時使ってみるよ。色合いも真っ黒で渋いよね。トリポウィン、リアーは上位モデルに比べれば細かい部分での差というのは確かにあるし、音質的にも若干軽いかなという感じはします。でも約3000円でこれだけ鳴ってくれれば納得なので多くの方におすすめです。もうちょっといいケーブルが付属していたら5000円以上で販売されていても不思議はないですね。ダイナミックドライバーモデルもいいですね。安い試合もポチッとこうかな。そうだね、損はないと思うからポチっときな。ということで LCP ダイヤフラム搭載モデルトリポウィンリアーのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。